最初の1台はスペック正直どう皆さん初めて持つカメラってどうやって決めましたか？またはどうやって決めますか？私は最初の1台はスペック正直どうでもいいと思っています。これね、ちょっと意外かもしれないんですけど、理由はシンプルです。最初って比較対象がないんですよね。例えば画質がいいとか暗いとこに強いとか言われても、そもそもカメラを比べたことがないから良し悪しがわからない。だからスペックで選んでも結局それを実感できないまま終わってしまうということが結構多いんじゃないかなと思っています。なのでスペック云々よりも私が一番大事だと思っているのは持ち出すかどうかです。カメラって持ち出さなくなった瞬間に終わるんですよ。触らなくなるとうまくならないし楽しくもならない。つまりいいカメラを買うことよりも使い続けることの方が圧倒的に重要だと思っています。なので私は最初の1台は見た目が気に入ったカメラを選ぶ、それでいいと思っています。ただね、ここまで聞くとじゃあスペックって意味ないのって思う方いると思います。もちろんそんなことはないです。カメラにはちゃんと違いがあります。ただその違いってもちろんメーカーごとにもあるんですけど、それよりもセンサーサイズで決まることが多いんじゃないかなと思います。今日はそのセンサーサイズについて整理したいと思います。マイクロフォーサーズ、APS-C、フルサイズ、そしてフルサイズの中の最高峰と呼ばれるフラグシップ、それぞれ何が違ってどんな体型になるのか、これを知っておくと自分に合う1台がかなり分かりやすくなると思います。でね、ここで一つだけ先にお話ししておきたいのは、このセンサーサイズイコール画質の良さではないということです。正確には得意なことが変わる。じゃあね、何が違うのかというと、一言で言うと光を受ける面積です。センサーって簡単に言うと光を受け取って写真に落とし込むっていう部分なんですけど、これが大きければ大きいほどたくさん光を取り込めるんです。小さいと取り込める光の量が少ないということになります。そしてこの光の量の違いがボケ方だったり暗いところでの強さ、色の余裕、全部つながっていきます。これを踏まえた上で今日は実際にそれぞれを見ていきます。その前になぜ今日こんな話をしようと思ったかと言いますと、 CP プラス2026年で原稿者さんの特設ステージで登壇させていただき、その時にカメラの楽しみ方について話したんですね。そこでカメラをこれから始めたい方だったりとか、カメラ始めたばっかりの方もいらっしゃって、最初のカメラってどんなものを選べばいいのかっていう風に聞かれることも増えてきたんです。なのでちょっとそれをね、動画にまとめてみようかなという風に思って今日カメラを回しています。はい、カメラを始めてみたい、またはやってみようと思った時に一番よく耳にするのってフルサイズかなと思うんです。なので最初はね、フルサイズから、見ていきたいと思います。私もね、いろんなセンサーサイズのカメラを持ってるわけなんですけど、一番大きな割合を占めているのはフルサイズです。でね、フルサイズの強みっていっぱいあるんですけど、私が一番わかりやすいなと思うのはやっぱり写真の立体感です。被写体がちゃんと際立つというか、主役がスッと浮いて見えやすいんですね。しかもただシャープなだけじゃなくて、被写体の輪郭の出方とか背景との分かれ方、そういうところもすごく丁寧で、見た瞬間になんかこの写真いい、綺麗っていうのが感じやすいと思います。あと階調表現もかなり豊かです。初心者の方には少し難しく聞こえるかもしれないんですけど、すごく簡単に言うと、明るいところから暗いところまでのつながりが自然なんです。例えば空が明るくて建物の影が暗いとか、光と影が一枚の写真の中に混ざり合ってる場面ってあると思うんですけど、そういった時に見たままの印象っていうのを残しやすいんですね。なのでその場で見て自分が綺麗だなって思った感じをそのまま写真にしやすいっていうのがフルサイズの大きな強みだと思っています。それとね、機能面で安心感のあるものも多いです。オートフォーカスだったり、
連写性能だったり手ブレ補正だったり、今はまだそこまで使わないとしても、始めた後に動くものを撮ってみたいなとか、お子さんとかペットとかちょっと動きが速いものを撮りたいなって思うことって普通にあると思うんですよ。そうなった時に機能面で余裕があるというのはかなり心強いポイントだと思います。さらにね、画素数が高い種類も多いので、トリミング体制があるのも大きいです。初心者のうちってその場で完璧な構図を決めるっていうことが難しくて、構図を決めきれないことってよくあると思うんですね。そんな時に撮った後に少しトリミング切り取って整えたり、角度を補正したり、いいところだけを残すという楽しみ方もしやすいです。あとね、やっぱりボディ内手ブレ補正っていうのも APS-C 式よりも強いものが多いので、例えばレンズ側に手ブレ補正がついてないものっていうのもあるんですね。そういうものと組み合わせた時にも安心して撮影ができるというポイントもあります。ただね、もちろん APS-C 機だったりマイクロフォーサスよりも少し重くなる、そして値段も上がるっていう側面もあります。しかもね、フルサイズ機の中でもいっぱいいろんな機種があるので、初心者の方からすると、で、結局どれがいいのっていう、そういうふうに迷うこともあるかと思います。でも、これは見方を変えると、選択肢が多いからこそ、自分に合う一台を見つけやすいというふうに見ることもできます。軽さ重視のフルサイズもあるし、性能面重視のフルサイズもあったり、あとは見た目が可愛いフルサイズ、描写がいいフルサイズ、いろいろあるんです。なので、とにかくバランス重視でいきたいとか、最初の1台だけど機能面で安心して長く使いたいという方には、フルサイズっていうのはすごく有力だと思います。あとね、個人的にはレンズの距離をそのまま理解しやすいのもフルサイズの良さだと思っています。フルサイズはクロップされないので、 35mm の焦点距離のレンズであれば 35mm、 50mm であれば 50mm として感覚をつかみやすいんです。なので、この焦点距離だとこれくらい映るんだなっていう勉強がしやすいっていうところもフルサイズの良さだと思います。レンズの距離ってセンサーサイズによって変わるのって思った方いませんか？変わるんです。クロップ倍率っていうのはマイクロフォーサーズと APS-C でもまた変わってくるので、その話を後半していきます。ではお次、フラグシップ機についてお話ししていこうと思います。これもね、センサーサイズはフルサイズと同じものになってはいるんですけど、フラグシップとは何かと言いますと、各メーカーの中で性能をかなり高いところまで突き詰めた機種と思っていただければ大丈夫です。その各メーカーの最高峰のカメラと言い換えることもできますね。で、最高峰と聞くとこう考える人結構いると思うんですよ。どうせ後からステップアップしたくなるんだったら、最初から一番いいやつを買えばいいんじゃないかって思う方いますよね。私はね、その考え自体はすごくありだと思います。むしろね、合理的だなと思う部分もあります。実際フラグシップ機って性能面ではかなりいいとこ取りしていることが多いです。高画素を生かしたトリミングができたり、連写性能も強い、オートフォーカスも手ブレ補正も強い。なので最初は想像もしていなかった被写体、例えば野鳥撮影みたいなジャンルに興味が出てきた時にかなり安心感があります。今は撮らないけど、もしね、将来そうなったとしても大丈夫という余裕を最初から持てるっていうのはフラグシップのかなり大きな魅力だと思います。ただここはすごく大事なポイントだと思うんですけど、フラグシップだからといって完璧なわけではないんです。性能が高い分やっぱりどうしても大きいですし、重いし、値段もねかなり高いんですよ。しかもね、期待値が上がりすぎると、あれ？思った以上に全部自動でうまくいくわけじゃないんだっていう風に感じる面もあると思います。だって最高峰って聞くともう完璧、それ以上ない 100% 全てを網羅してるっていうイメージあるじゃないですか。いや、私もそうだった。そう思ってた。ただそういうわけでもないところもある。例えばオートフォーカスとかですね。被写体や状況によって適切な設定を選ばないと本来の性能を最大限に出し切れないっていうことがあるんです。なので性能はめちゃくちゃ高いけどカメラの知識が浅い最初に持つとそこを引き出せない可能性があるっていうところが重要だと私は思っています。でも初心者のうちってしょうがないですよね。そうなってしまうのは。だって
その設定の違い自体がまだわからないこともあるから。そうするとせっかくいいカメラを持ってもなんか思ったほどじゃないなっていう風に感じてしまうこともあると思います。だから一番最初にフラグシップを買うことが問題なわけじゃなくて、この重さに耐えられるかとか、持ち出し続けられるかとか、性能をちゃんと理解して使いこなしていきたいと思えるか、ここがすごく大事だと思っています。逆に言えばそこをクリアできる人にとってはすごくいい選択だと思います。だってどうせハマったら結局上を欲しくなる。だったらその段階を踏む方が面倒。初期投資は大きいけど長い目で見たら先に投資をしておきたい。こういう考えの人にとっては最初からフラグシップという選択も十分ありだと思います。ただね、私が一番もったいないなと思うのは、重くて持ち出すのが億劫になってしまって結局性能の良さにたどり着く前にカメラをやめてしまうことです。なのでそこさえ大丈夫なら本当に心強い一台になると思います。では次にお話しするのは APS-C 機です。 APS-C はね、最初の一台として個人的にかなりバランスがいいなというふうに思っています。実際私が最初に写真にハマった一台っていうのもこの APS-C、 これねニコン ZF-C っていうカメラなんですけど、こちらでした。で、私はその時ね、この見た目が可愛くて選んだんですよ。でもね、結果的にそれがすごく良かったなと思っています。気に入ったからこそ持ち出したし、持ち出したから撮る回数が増えて、撮る回数が増えたから自然と写真が楽しくなって、もっとカメラや写真について知りたいと思いました。なので最初の1台って私はそこが本当に大きなポイントになってくると思っています。見た目の良さ。でね、APS-C の強みってまずね、この軽さだと思うんです。マイクロフォーサーズよりも極端に小さいわけではないけれど十分持ち出しやすい。しかも軽いだけじゃなくてちゃんと絵もいいんですよ。こうね、カメラ始めたての時によく陥る白飛びだったりも気になることってほとんどなくて、初心者の方がこう普通にねパシャパシャと撮っていて、なんかスマホより良くない？でもそんな重くないしっていうのを感じやすいバランスの良さっていうのがあると思います。あとね、レンズの焦点距離っていうのが約 1.5 倍になるので、フルサイズよりほんの少し被写体に近づけるなという印象があります。例えば同じ 50mm のレンズをつけた時に、フルサイズだったら 50mm だけど APS-C 機につけると 75mm になるんです。面白くないですか？だから同じレンズを使ってもちょっと寄って見える、このちょっとしたクロップ感っていうのが便利だったりします。一方でね、少し苦手な部分もあります。やっぱフルサイズと比べるとどうしても背景のボケ方とか被写体との境目の出方っていうのは少しやっぱり優しめです。このね、よく作例で見るフルサイズみたいな立体感っていうのを期待すると少しおとなしく感じるっていうところはあると思います。ただね、今日の動画で一番最初に言った通り、これが最初の1台だったらそこに気づくことってあんまりないと思うんですよね。ちなみに私全くそういう風にこれを使ってて思いませんでした。ただステップアップした時、フルサイズを持った時に初めてちょっと優しめだなっていうのを実感しました。だからそういうことなんですよ。最初の1台は気づかない。だから見た目で選んで大丈夫なんです。ただね、この描写の優しさっていうのは弱みだけではないと私は思っています。立体感が強すぎず弱すぎないので、すごく優しい描写なんですよね。ふんわりとした雰囲気が好きな人にとってはむしろ合ってますし、写真全体が柔らかくまとまりやすいです。で、さらに言うとステップアップした時にそのフルサイズのカリッとパシッと立体感際立つ写真と優しい写真、このそれぞれを楽しむこともできるわけなんです。それ良くないですか？なので APS-C をまとめると、軽さも欲しい、でも撮れる絵もちゃんと欲しい、フルサイズほど重くなくていい、ただある程度写真を楽しみたいっていう方にとってはすごく合ってると思います。あとね、フルサイズに行く前の練習として撮りたい人にとってもいいのかなというふうに思います。カメラを持つ楽しさ、レンズを変える楽しさ、焦点距離の違い、そういうものをちゃんと学びながら無理なく続けやすいのが APS-C の良さです。それでは、最後にマイクロフォーサーズについてお話しします。マイクロフォーサーズの強みはもう本当にわかりやすくて、とにかく軽いことです。めちゃめちゃ軽い。超軽いし薄いしかさばらない。
小さめのショルダーバッグにスッと入ってしまうくらいなので、スマホに慣れてる方からするとこの軽さっていうのはすごく大きな魅力だと思います。カメラって最初のうちは持っていくのが面倒になると一気に触らなくなるんですよ。そうじゃないですか？なのでね、軽さって思ってる以上に大事です。その意味ではマイクロフォーサーズはかなり強いです。しかもマイクロフォーサーズは焦点距離がフルサイズ換算で約2倍なんですよ。これはね、レンズ交換式のカメラではないんですけど、レンズが交換できるマイクロフォーサーズに 100mm のレンズをつけたとしたら 200mm まで試せるんです。つまり遠くのものを撮りたい時に重さを抑えながら撮れるっていうのがかなり有利なんですよね。ちょっと遠くのもの撮ってみたいな、でも重くて大きい機材を持つのはきついという方にはこの特徴っていうのはかなり魅力だと思います。一方でね、少し苦手なシーンもあったりします。普通に撮る分には全くそこの面っていうのは何も感じないんですけど、暗いところと明るいところが入り混じるような場面ではなんとなく難しいなと感じるところがあると思います。例えば白飛びしやすかったりとか、明るい部分と暗い部分の両方をきれいに残すっていうのが少し難しかったり、初心者のうちはなんでこの場面でうまく撮れないんだろうっていうモヤモヤにつながることもあるかもしれません。ただここもすごく重要で、それはね、絶対に無理、うまく撮れないっていうことではないんです。写真の技術が上がってくると、カメラの設定だったり撮った後のレタッチ、簡単に言うと写真を補正する技術だったりが上がってくるので、十分補正することが可能です。ちなみにこの動画の1個前の動画がね、実際にこれで撮った写真なんですけど、いかがですか？めっちゃ良くないですか？一瞬ね、マイクロフォーサーズどうなんだろうって不安に思った方もいるかと思うんですけど、こういう風な写真っていうのは普通に撮ることができます。だからね、マイクロフォーサーズはとにかく総重量を軽くしたい人、手軽に遠くのものを撮ってみたい人、しかもスマホに近い感覚で、でもちゃんとカメラというもののかっこよさだったり性能を楽しみたい人にはかなり向いてると思います。軽いってね、ただ楽っていうだけじゃなくて持ち出す回数に直結するので、最初の1台としてはかなり大きな価値があると思います。はい、ということでここまで話を聞いてくださって思うことありませんか？じゃあ結局どれがいいのっていう話ですよね。で、ここで最初の話に戻るんですけど、私はね、やっぱり見た目で選んでいいと思っています。なぜかというと、どのセンサーサイズにもちゃんと強みがあるからです。フルサイズは立体感や表現の幅が広い。APS-C はバランスと扱いやすさ。マイクロフォーサーズは軽さと機動力。フラッグシップは性能の安心感。どれを選んでもちゃんと楽しめるようにできているんです。でもその中で一番差が出るのは結局使うかどうかなんですね。見た目が気に入ったカメラって持ち出すんですよ。持ち出すから撮るから楽しくなる。楽しくなるからもっと知りたくなる。この流れに入れるかどうかが一番大事だと思います。逆にどれだけいいカメラを買っても持ち出さなくなったらそこで止まります。なので最初の1台はスペックで悩みすぎるよりも、そのカメラを持って出かけたくなるかどうか、ここを基準に選んでみるといいのかなというふうに思います。今日はね、割と初心者の方も楽しめるようにかなり噛み砕いてお話しさせていただいたかなというふうに思います。今後もね、こういった形でこれからカメラを始める方だったりとか、始めたばかりの初心者の方でも楽しめる内容っていうのを定期的に発信していこうと思います。もしね、今回の内容を聞いてもう少し深く知りたいなとか、自分が今持ってる機材でどう撮ればいいんだろうか、そういった疑問が出てきた方がいらっしゃいましたら、私は青い彗星というコミュニティもやっていますので、そちらで質問していただいても大丈夫です。ということで、本日最後まで動画をご覧いただいた皆様ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。